こんにちは、スパオです。今回は今大人気すぎて品薄な無印良品の新商品せいろについて使い方やおすすめレシピ、アフターケアを含めてご紹介します。せいろって管理が面倒だったり蒸し野菜のイメージしかない方必見。こんな使い方ができるのといったマル秘テクも紹介するので参考になったら嬉しいです。ではどうぞ。まずは今回発売されたせいろグッズたちをご紹介。竹材せいろの深型の本体と蓋。せいろ本体は大と小サイズがあるんですが、我が家は大の方を選びました。これがもう発売当初は人気すぎて買えなくて、我が家はお店に取り寄せてもらってようやくゲットできました。通気性に優れた竹材でできていて、繊維の密度も高く水蒸気を吸収しやすいので、せいろの内側に水滴が溜まりにくい特徴もあるんだそうです。そして底が深めの深型タイプなので、茶碗蒸しなど高さがあるものでも入る仕様になっているのがグッドポイント。お料理の幅も広がります。そして今回はこのせいろを受け止める受け台も販売されているんです。直径20から24センチのフライパンでなら使用ができる受け台で、無印で販売されているフライパンにも使えます。せいろって専用のお鍋がセットでついてきたりもして余計なお鍋が増えちゃうこともあると思うんですけど、これを使えばサイズさえ合えばご家庭で今お持ちのフライパンやお鍋で使えるのはありがたいですよね。これらに加えて食材がつきにくいシリコン加工されたせいろ専用のクッキングシートや、蒸し布として繰り返し使えるシリコンシートも発売されました。個人的にいいなって思ったのがこのクッキングシートの方で、白い色のものが多い中、色が茶色なだけでなんだか食材が美味しく見える気がしてテンション上がります。今回は朝ごはんと昼ごはん、おやつに晩ご飯のシーンでの使い方をご紹介します。ここがおすすめポイント1。和食も洋食も一度に調理ができる。今回使っているせいろは大きめのサイズなので、ご飯やパンなどの主食はもちろん、おかずや付け合わせも一緒に、しかも洋食と和食を分けて一度に調理ができちゃうんです。こんな感じでご飯とおかず、パンとおかずをセットして10分ほど蒸すだけ。卵料理は目玉焼きなら10分で OK ですが、ゆで卵だと15分ほど蒸した方がいい具合に黄身が固まるので、この辺はご調整ください。そしておすすめポイント2。ワンプレートで簡単に作れる。これが大きいせいろにした最大の理由でもあるんですけど、具材と一緒に中にお皿も入れていろいろな食材を入れられるので、せいろでワンプレートディッシュができちゃうんです。付随しておすすめポイント3ですが、盛り付けの手間がなくなる。せいろ全体がお皿代わりになる分、調理と盛り付けが一度にできて、これを食卓に出すだけなので、いろいろな手間が減るんです。そしておすすめポイント4ですが、ご飯もパンもふっくら仕上がってシンプルうまい。特にパンがすっごいもちもちになって美味しいです。トーストカリッともいいですが、この異次元のもっちもち、しばらくやみつきになりそうです。ウインナーなんかも中まで熱々で美味しいです。そしてお昼ご飯での活用法に参ります。おすすめポイント5。レトルトパウチの状態で温めが可能。冷凍うどんとか無印で売っているうどんスープなんかがなんと一緒に調理ができちゃいます。温まるのって思うかもですが、結論バッチバチに温まります。およそ5分から7分ぐらいすればしっかり温まります。最後はご調整ください。うどんなんですけど、茹でるよりもちもち度が増します。レトルトのスープと一緒に、もしくは野菜などの具材と一緒に温めればもう一石二鳥です。そして無印で売っているカレーとナンも一緒に温めが可能です。ナンはもっちもち、カレーも熱々に仕上がります。ここまで来たらせいろで蒸す意味とはって感じに思うかもしれませんが、確実に水道量は抑えられますし、さっきも言ったように
一気に調理ができるのは何かと楽なんです。あとうどん温めるついでに野菜も蒸しちゃおうかなってなると気軽に一品増えたりもするんです。そしておやつ時にも活躍します。ベタですが蒸しパン作るとすげえうまいです。またはスポンジ系の焼き菓子もしっとりふっくらに生まれ変わります。深さがあるので蒸しプリンも美味しくできちゃいますよ。ねえねねえねえしてるね。パパ。え、ねえパパ。ねえねはい、そして最後は夜ご飯。せいろのサイズが大きめなので立派な一品料理を作ってそのままテーブルに出すことができます。最後のおすすめポイント6が、とにかく料理がヘルシーに、そして栄養素もキープ。蒸ししゃぶ温野菜、茶碗蒸しなどいろいろなレシピに活躍しますが、調理器具のままそのまま出せるのは予想以上に楽ちんですし、蒸すといろいろないい効果があるんです。食材の水分を使って温める電子レンジとは違って、せいろは水分を補いながら加熱してくれますし、他の調理法とは違って蒸すと栄養分が残りやすいんだとか。またオイルなども使用せず、肉や魚の脂も適度に落ちるので、よりヘルシーに美味しくいただけちゃいます。最後にアフターケアについて簡単にご紹介。普段のお手入れは軽く拭くだけでもいいぐらいで、お肉やお魚、色味の強い野菜を入れた時だけお湯でさっと洗い流すくらいでいいです。匂いが気になる場合のみ洗剤で軽くこするくらいでいいですが、基本洗剤は痛みの原因となるようなので、なるべく使わない方がいいです。あとは風通しのいい場所で乾かすだけ。レンジフードの下に引っ掛けると一番いいかなって気がします。せいろってハードル高いと思っているかもしれませんが、いざ使ってみるとなんてことないですし、こんな風に毎食使えるんだってなると予想以上にレパートリー広がります。根菜中心に野菜も美味しくなる時期なので、ぜひ一度店頭でお手に取ってみてください。ここから先はこの秋のフードの新商品をご紹介。何気に傑作揃いです。リンゴとシナモンのポップコーン。無印の秋の味覚と言ってもいい、毎年販売を待ち望んでいる人も多い地味に人気な商品です。私がよく行くお店は常に在庫が少ないです。品名の通りリンゴとシナモンの味のポップコーンなんですが、これ素晴らしいのが食感の違うポップコーンが2種類入っているところです。左側が蝶々のようなバタフライ型、右がキノコのようなマッシュルーム型と呼ばれています。一概には言えませんが、スーパーで買えるようなものはバタフライ型が主流で、ギャレットポップコーンなどの専門店のものはバタフライとは別にマッシュルーム型が使われていたりもします。バタフライの方がエッジの効いた食感かつ隙間ができやすいので、パウダー系のシーズニングをつけるのには適していて、マッシュルーム型は表面がつるっとしているので、キャラメルポップコーンなんかのソース系をつけるには適しています。カリッとバタフライ、ふわっとシュワッとマッシュルームで覚えていただければいいですが、国内の市販品でこの2種類が入っているのはほぼないと言っていいくらい貴重な商品です。アップルの他にキャラメルで味付けをしつつ、シナモンの他にもオールスパイスやクローブなんかも入っている、めちゃめちゃこだわり詰まっています。秋を感じる味ですわ。これで150円は正直凄まじいコスパですよ。はい、さつまいものクッキー。ポップコーンが一番美味しいだろうと思っていたら、個人的にはこっちの方が好きでした。すごいクオリティのクッキーです。まず見た目ですが、さつまいもを輪切りにしたようなとてもキャッチーな入れたち。しかも外側の皮の部分は紫芋の粉末のみで仕上げている模様。素晴らしいです。食感はブールドネージュのようなサクホロ食感で、風味すごいいいんです。それもそのはず、油脂系が植物油脂不使用のバターのみで、その他さつまいもペーストとアーモンドパウダーをベースとした構成で、すごい美味しいぞこれ。強いて言えばさつまいもの風味が弱いっちゃ弱いんですが、もうそんなのどうでもいいくらいベースのクッキーがマジでうまいです。さつまいも感期待しすぎなければ、この秋の最高のコーヒー、紅茶のお供になります。
これはぜひ買ってみてほしいですね。はい、続いてがミルクケーキ。クッキー美味しかったなーなんて思っていたら、それ以上にハマったのがこちらでした。山形のお土産としても人気の懐かしい味のミルクケーキ。なんと無印でも手に入るようになりました。ミルクケーキといえばこの黄色いパッケージのおしどりミルクケーキが有名ですが、なんと作っているメーカーさん一緒でした。なので味はほとんど一緒な感じがします。使っている原材料が生乳と酸化防止剤のみなのも素晴らしく、牛乳をギュッと固めましたみたいな自然な優しいミルクの味がとっても心地いいです。ボリボリと固めの食感も癖になるんですよね。4本一瞬でなくなりました。これね、高確率でもうないのって絶対思うので、ミルクケーキ知らない人はとりあえず2袋買っていいです。きっとハマるので。はい、今回最後が肌のことを考えて作った梅ゼリーとマンゴーとサジーのゼリー。今年の5月に発売されたこの肌のことを考えて作ったゼリーシリーズ。1日に必要な食物繊維やビタミン C、乳酸菌などを手軽に摂れるゼリーとして美容界隈でも話題になったアイテムに新商品が登場です。今回のが1日分の鉄分が取れる梅ゼリーとコラーゲン1万 mg と美容健康業界でも話題のサジーを加えたマンゴーゼリーの2種類です。梅ゼリーは和歌山県産の梅シロップを使っていて、香りでもしっかり感じる梅の満足感があります。人によっては若干後味に残る鉄っぽさ感じるとは思いますが、よく言えばその分鉄取ってる感じは感じられていい感じ。冷やして飲めばより感じにくいですし、これで1日分の鉄分が取れちゃうなんて信じられないくらい美味しいゼリーです。マンゴーの方は梅と比べるとピューレのようなとろっと感感じる味。サジーってプルーンとかマンゴーとかに例えられることが多いんですけど、今回はうまいことマンゴーの影に隠したなって感じの存在感なのでほぼわからないです。マンゴー味の美味しいゼリーです。一度に食べきるべき前提ではありますが、キャップ付きなので持ち歩きできるのもグッド。美容や健康を特に意識する方は必見必食です。はい、いかがでしたでしょうか。せいろは大きいの買って正解だったらって思えるくらいかなり活躍しています。まあせいろビギナーの方はまずは小さい方からスタートしてみてもいいかもしれませんが、ここで見ている以上にこのせいろが本当にいろいろなシーンで使えるので、ぜひ一度店頭でお手に取ってみてください。ミルクケーキとクッキーはマストでお願いしますね。このようにこのチャンネルでは成城石井元店長の私がおすすめする成城石井やカルディ、無印良品のおすすめ品や食べ合わせ、全国のスーパーで買えるおすすめ品や百貨店グルメや手土産、テーマを絞ったマニアック動画など食にまつわるあらゆる情報を発信しています。少しでも参考になったよという方はいいねやコメント、チャンネル登録をいただけると嬉しいです。またインスタグラムや Yahoo エキスパート、最近ではボイシーでも情報を発信しているので、そちらもぜひ遊びに来てください。今回はこちらで終わります。ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。